野の飯より江戸が好き、お江戸系 YouTuber ホーリーこと堀口真澄です。国内外に浮世絵を使って日本の食文化を発信する日本博コラボ動画。今回のテーマは江戸の寿司。みんな大好きお寿司のお話です。日本を代表する食文化の一つですよね。今寿司っていうとご覧のような握り寿司をイメージする方が多いと思うんですが、この握り寿司というのが江戸時代後期に江戸の町で生まれた食文化というわけなんです。握り寿司以前から寿司自体はあったんですよね。これが寿司の原点、慣れ寿司。お肉や魚を塩漬けにしてからお米と一緒に漬け込んで発酵させたもので、奈良時代の文献にはその存在が確認できます。イメージとしては魚肉の漬物っていう感じですかね。冷蔵庫がない時代に遠くまで魚肉を届けるための保存食。出来上がるまでに数ヶ月かかった貴重品なので、地方から都への献上品とか贈答品として発達しました。発酵の酸味で酸っぱいので、酸っぱいの昔の言い方寿司が寿司という言葉の語源と考えられています。これが徐々に熟成時間が短縮されてお米も一緒に食べるようになっていくんですが、江戸時代に入るとある調味料が普及したことによって寿司が劇的に変化します。何の調味料だと思いますか？これが当時その調味料を売っていたお店の店先なんですが、正解はお酢。そう、これはお酢屋さんの店先なんです。お米から作る米酢ですね。米酢自体は江戸時代以前からあったんですが、全国的に広まってこうやって一般にも調味料として普及したのが江戸時代に入ってからなんですね。このお酢の登場によってじっくりと自然発酵を待つのではなく、酢を加えることで手軽に酸っぱさを演出しまして、かつ熟成を早めることに成功。慣れ寿司よりも出来上がるのが早い寿司、早寿司が登場します。早寿司にはいろんな種類がありますが、酢飯に魚介を乗せて重しをかけて数時間から数日がかりで押す押し寿司は、左上から四角い箱に入れて押す、いわゆる箱寿司だったり、その隣がます寿司、それから左下のサバ寿司とかね、その隣の柿の葉寿司なんていう風に全国各地に名物がありますよね。こんな風にほとんどの地域では早寿司、押し寿司が晴れの日の食事として好まれるんですが、江戸の町ではちょっと事情が違いました。いくら出来上がるのが早くなったとはいえ、早寿司を作るためにはそれなりに時間と手間がかかります。その分効果お高くなるんですよね。早い、安い、うまいものが大好きな江戸っ子にとってはちょっとまだ改良の余地ありかなという感じだったんですよね。もちろんね、早寿司自体は江戸にもありましたよ。これは江戸時代の中頃の江戸の繁華街の様子なんですが、早寿司の屋台が出ていますね。四角い箱の中に四角く切り分けられたお寿司が並んでいます。左側の写真はイメージなんですが、とってもカラフルでちっちゃくって可愛らしいですよね。一切れがシモンおよそ80円ほどなんですけれども、一つかなり小さいので男子なんかは腹の足しにならんということでですね、いくつか選んで包んでもらったようです。それからこの端っこにいる人は早寿司の出前をするところのようですね。一箱がだいたい48文ですので1000円弱ぐらいの感覚ですね。吉原とか下流会のお座敷とか、みんなが集まる場所でパーティー料理としてちょっとずつつまむっていうのに、ちょうどよくてね、人気がありました。ただ先ほども言った通り、江戸っ子は早い、安い、うまいものが大好き。
特に単身赴任で江戸の町に来ている独身男性とか、あと肉体労働の方が多いので、もっと手軽に街角でパパッと小腹が満たせるようにならんもんかねというニーズの高まりから誕生したのが握り寿司なんです。まず江戸には全国からお米が集まってくるので、白米が豊富でした。当時の武士のお給料はお米でしたからね。それに江戸の前の海は魚介類の宝庫。こちらは日本橋の魚市場の様子なんですが、たくさんの新鮮なお魚や貝が安く大量に手軽に手に入る環境があったわけです。お酢もお米から作る米酢よりも、安く作れる酒粕から作る赤酢なんていうものも開発されましてね、赤酢を混ぜ込んだご飯、酢飯をその場でギュッと握って具材を乗せてはい完成という、早寿司よりもさらに出来上がるのが早い超インスタント寿司、握り寿司が誕生したというわけです。魚市場にもよく見ると寿ののれん、これは寿司の酢ですから握り寿司のお店というわけで、かなりね小さなスペースですけどちゃんとカウンターがありますね。洋菓子のお兄さん、握り寿司で朝ごはんというところでしょうか。いいなあ。当時の握り寿司、どんな様子だったのかというと、じゃーん、これが当時の握り寿司。こんな感じですね。1個の値段はおよそ4文から8文、現代でいうと80円から160円程度です。一見今とね変わらない感じがしますけど、大きく違う点が2つあります。1つ目は大きさ。小腹が減った時に1個頬張ってちょうどいい大きさに作られたので、おにぎりぐらいのサイズ感がありました。握り拳大っていう感じですかね。現在の握りが1皿2貫で出てくるのは、このおにぎりサイズだったのを食べやすいように2つに切り分けて出されるようになったからなんですね。ちなみにいくつも盛るときはね、こうやって、縦に器に重ねて盛り付けるんですね。2つ目は味です。冷蔵庫がないので、シャリだけではなくてネタの方にも保存のためにお酢を使ったりとか、お醤油で漬けにしたりとか、かなり濃いめに味付けがしてありました。だからね、改めてお醤油につけるという必要がなかったんですね。それから刺身や小肌なんかには今と同じようにわさびが入ってますね。もちろん臭み消しという理由もありますし、抗菌効果がねわさびにはあります。どうしても常温販売なので、こうしたひと手間が江戸前のお寿司には必須だったわけです。ちなみにこうやって浮世絵にも書かれている通り、寿司ネタで江戸で人気の魚介類といえばね、やっぱりエビでしたね。エビは紅白になって縁起がいいですからね。今握り寿司で人気のネタといえばマグロですが、マグロはね全く人気はなかったですね。江戸っ子はさっぱりと淡白な味付けを好みますので、マグロみたいに味が濃くて脂が多い赤身のお魚って美味しくないって思ってたようです。ただね、マグロがめちゃくちゃたくさん取れた時期がありまして、捨てちゃうのもったいないよねっていうことで、赤身の部分をお醤油につけて漬けにして、本当にただ同然で売りに出したら、いや案外いけるなっていうことで、安い寿司ネタとして定着していきました。それから今人気なのはサーモンも人気だと思うんですけど、鮭ですね。鮭はね取れるエリアが限られているんですよね。で当時の流通だと江戸にはね塩鮭ぐらいしか出回ってないので、寿司ネタにはなっていません。そして江戸東京博物館にはこんな風に原寸大の握り寿司の屋台が再現されております。当然立ったまま手づかみで食べることが前提なので、お箸とかお皿とかはないですよね。もう手づかみでわしっと食べるという感じです。何が並んでいるんでしょうか。安さで人気のマグロ、この辺りが一番安い4文80円ぐらいのネタですかね。それからアナゴに小肌と人気の寿司が手前に並んでおります。それからこれはかんぴょう巻きですね。海苔巻き、この海藻の海苔を紙すきの技術を使ってシート状にした板海苔、
これもね江戸で生まれた食文化です。海苔でお米をくるっと巻けば歩きながら食べても手にご飯粒がつきませんから便利なんですよね。あと小さいお魚が上に乗っているのは白魚です。こちらはかんぴょうでくるっと巻かれていますね。そしてこれ私の撮影が下手で見えにくくて申し訳ない。これ卵巻きというものでして、ご飯に海苔とかかんぴょうを入れてくるっと卵で巻いたものなんです。お値段は1つが16文320円ということで、寿司ネタの中では一番お高いプチ贅沢な一品でございました。いやそれにしても美味しそうですね。いかがでしたでしょうか。お江戸いいねと思ったら高評価チャンネル登録お願いいたしますね。それではまた次の動画でお会いしましょう。本日はこれまで。